いいカツオですよ。俺生まれ変わったらイワシになる。原価考えずに乗せるからもう来てよかったな、美味しかったなっていう、それができなければ失格だと思う。大したもんじゃないですけど。趣味ないとちょっと車乗り物ないとちょっと仕事頑張れないかもしれないですね。もう仕事終わって帰ってきて、もう夜な夜なここで全然こそこそ作業したりするって上がってきます、めっちゃ。さて葉っぱ取りましょうかね。じゃあ達也さん、袋ちょうだい。料理に飾る葉っぱなんかを取っていってます。七輪してみていいよ。飲んでるみたいです。介護士さんで夜勤してるんで。焼酎飲んでます。最高やん。いきなり来て草取ってじゃあっつって草っていう和食に飾るで俺はいつも飲んでます。お刺身にこう敷いたり、これ一つで全然やっぱ映えるんですよね、料理が。行きましょう。ザスお店行きますね。見慣れてますよ。ここからの桜島が一番見慣れてるんじゃないですか。美味しいっすよ。じゃあいいが。おっじゃあいいっすね。北海道のサンマです。お刺身、寿司、塩焼き。趣味の車を眺めてからの切り替えるスイッチ。もう葉っぱ取りに行くところからスイッチ入ってるんで。なるべく水に触れないようにする。魚鮮度が命なんで、きれいに早くを心がけてます。めっちゃいいカツオですよ。すごいいいですよ。OK でございます。生まれた頃から実家が鮮魚店だったので、常に魚が食卓には並ぶ状況だったんで、ちっちゃい時からこう魚を嫌でも食べさせられてきたっていう。ご飯と味噌汁と刺身でしたね、常に。もう塩だけで
あ、やばやばいっすねこれ。めっちゃうまっ。これ出して文句言う人いない。いないですね。6、7年ぐらい、はい、お世話になってます。最初足引っ張らないようにしてます楽しいですよ。本当働いてて楽しいし勉強になるし、もうバイトの子たちもすごい楽しくみんなで働けてます。美味しいね、来てよかった、また来るね、ありがとうがもう全てだと思いますよ。中学校卒業してからずっと和食の世界に入ってますね。ずーっと魚がいるみたいな感じなんで、美味しい魚、美味しくない魚ももうね、ちっちゃいながらやっぱ分かってたと思うんですよね。調理師になろうかなと思って、そこから魚に携わる仕事ってなったらやっぱりね、和食の料理に調理師になろうみたいな。生きのいい状態そのままポンって入れてさーって帰るんで、うちらだけじゃ絶対成り立たない商売なんで、にぎわったらいけすにもなんないし感謝ですよね。ヒラメさん、カワハギさん、サバ。営業中とかあんま入ってこれないんで、営業前に今日は自分たちのまかないです。シンプルに美味しい魚をめっちゃ食べるっていう。今日は最高のイワシと最高のサンマの塩焼きに先ほどのカツオのわら焼きを食べていく。はいやあちょあ、ちょっとガリがめっちゃ美味しい。すげえ。もう一杯お借りしてくださいね。このサンマ今年1だわ。あ、ガンって。そう。もう営業準備整えました。生3つ。一匹いきます。刺身も美味しい。全部気持ち的には長澤まさサバです。一番好きなの
さぎが甘口醤油です。こちらが小鳥が辛い醤油になってます。お皿こちらでどうぞ。慣れないんだけど、なかなかこんなん食べれないよね。確かに切り方が上手だもんね。めっちゃちっちゃい頃から知ってる地元の世界。めっちゃその決して常連ではないんだよ。常連ですよ。俺じゃない。それはもう僕ですね。ああ、多分僕ですそれ。多分僕ですね。いいっすよ。暇な時めっちゃ見れます。めっちゃいいです。変化考えずウニ乗せるからもう。上がってんのっていうぐらい。ありがとう。塩してます。そのままお醤油もつけずに美味しいと思います。全部写真。見ててうまいもんね。わかる。食べてうまいんじゃなくて見ててうまいもん。嬉しい。ウニ普通そうだ。弱いって書いてイワシなんで、やっぱりお刺身でもいけるんじゃないですか。なんだっけ、イワシ。さっきこう焼いたやつ、ここで。俺生まれ変わったらイワシになる。生まれ変わったらマジでイワシになりたい。食われるんですよけど。だよ。うわ、すごい。ちょっと待って、お前。どこ行ってたの熊本。あ、マジで。あ、そうなんだ。なんで？まだ動いてるんです。これ例のうちからお祝いってことで。はい。ありがとうございます。今日お祝いなんで。違うね。高2の時からバイトしてたので4年ぐらい。めちゃくちゃ優しい店長だからめちゃくちゃ働きやすいです。お父さんみたいな感じ。多分自分の親とあんま年齢が変わらないのですごい相談しやすい。怒ることがない。まかない美味しすぎるから結構体重が減らなくてバイトの子たちが少ない時お客さんがめちゃくちゃ入ってきてどうしようどうしようってなっちゃうんですけど、みんながうまい具合に回してくれるからそこまで困ったことはあんまないかも。ユキ、テーブル3番さんに。
カウンター2番さん卵焼き。領収書ください。いっぱい今日も魚食べてもらいましたね。嬉しいっすね。お店入ってもらって帰るまでのこの何時間かっていう空間をものすごく大事にしてもらいたいんで、来てよかったな、美味しかったなっていう感じで帰っていただきたい。それができなければ失格だと思います。ホテル民泊運営は当チャンネルにご相談を。開業から運営までトータルサポートいたします。当チャンネルを通して宿泊施設を PR し、視聴者に認知させ、強い集客力を実現。月間約500万人に宿泊施設の宣伝ができる。これまで撮影した約600店舗と協業し、ツアーを展開する独自の集客マーケティング方法。気になる方はコメント欄トップの URL へ。